サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはミニバッグ風の可愛い見た目のキーケースです。こちらは先日ご紹介させていただいたデニムのリメイクバッグなんですけれども、このようにバッグの中に入っていても持ち手付きなので見つけやすくて取り出しやすい、とても便利なキーケースになっています。このように4連付きなので4つの鍵をホルダーすることができて、とても便利なキーケースになっています。今回はこちらのボタンの部分をマグネットで作り方をご紹介させていただきましたが、こちらの部分をプラスナップやアメリカンスナップなどに変えていただいてもどちらでもいいです。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。それではミニバッグ風キーケースの材料を紹介します。表地は縦18センチ、横17センチを1枚ご用意ください。今回は表地にこのようにレースで飾り付けをします。レースはお好みでどうぞ。そして裏地には今回こちらのキルト地を使用します。縦18センチ、横17センチを1枚ご用意ください。そして今回表地にも裏地の方にも接着芯を貼ります。接着芯も縦18センチ、横17センチご用意ください。そしてこちらがキーの金具ですね。今回は4連キーを使用します。そしてこのキーの金具をつける際にカシメで留めます。そして今回はミニバッグ風ですので、持ち手の部分にこちらの革の持ち手を使用します。こちらは横幅1センチくらいのもので、長さ15センチを2本ご用意ください。持ち手をつける際にはこちらの両面カシメで留めます。そしてキーケースのボタンの部分は今回マグネットボタンを使用します。マグネットボタンをお持ちでない方はスナップボタンでしたりアメリカンホック、プラスナップなどをお使いいただいてもいいと思います。そしてこちらのカシメなどを留める際に穴開けのポンチ、こちらのカシメの内具、内台ですね。そしてこちらのボタンのみなどの道具がありますと便利なのでおすすめです。そしてこちらはドミット芯です。ドミット芯はこちらのマグネットボタンをつける際に間に挟みます。なくてもどちらでもいいです。それでは表地と裏地に接着芯を貼ります。それではレースを縫い付けていきます。こちらの部分にレースを縫い付けます。まず付けたい位置にレースを留めまして待ち針で留めます。待ち針で留めましたらこちらをミシンで縫います。それでは裏地の方にマグネットボタンをつけます。こちらが縦18センチで横17センチですね。このように表面を上に置いていただきまして、そしてこちら中央のところ横幅が17センチですので 8.5 センチですね。中央から下のところに2センチのところに印をつけます。端から8.5 センチで上から2センチのところですね。反対の方にも同様に端から8.5 センチで上から2センチのところに印をつけます。こちらの印をつけたところにマグネットボタンをつけていきます。このように印をつけましたら机に傷がつかないように下に土台となるものを何でもいいので置いていただきまして、そしてこちらマグネットボタンを用意してください。このマグネットボタンのこの足の部分ですね、そちらの位置を目印にこのボタンのみを利用して穴を開けます。この時リッパーをご利用いただいてこのように目印に少し穴を開けていただいてもどちらのやり方でもいいです。そして開けていただいた穴にこのように通します。そしてこちらマグネットボタンをこのように挿していただきましたらドミット芯などの歯切れなんですけれども、こちらにも大体でいいので穴を開けていただきましてこのように通しておきます。そしてこちらのマグネットボタンの下の台ですね、そちらをこのようにこの足に通していただきましてハンマーでこちら打っていきます。こ
のようにマグネットボタンをつけることができました。反対側にも同様につけていきます。このようにマグネットボタンをつけることができました。それではマグネットボタンをつけ終わりましたら、表地と裏地を中表に合わせて縫い合わせていきます。待ち針で留めましたら、こちら横の方に返し口5センチを開けて縫い代1センチで縫います。このように返し口5センチを開けて縫い代1センチで縫いました。それではこちら縫えましたら、角の余分な縫い代のところはカットしておきます。返し口から表に返します。角の部分は棒など目打ちなどを利用してきれいに出しておいてください。表に返せましたら、アイロンできれいに形を整えます。アイロンで整えましたら、返し口を手縫いでまつっていきます。それでは革の持ち手にカシメを留める際の穴を開けていきます。革の持ち手は15センチを長さ15センチを2本ご用意ください。で、ポンチで穴を開けるんですけれども、穴を開ける際に机など下が傷つかないように何か下に土台を引いて穴を開けてください。革の持ち手の端から1センチのところ、そしてこの革の持ち手の中央の部分に穴を開けます。反対側も同様に1センチのところに穴を開けます。もう片方の方にも同様に穴を開けます。このように穴を開けることができました。それでは本体に革の持ち手をつける際のカシメを留める時の穴を開けていきます。こちら横幅15センチになっていますので、端から1センチのところ、この脇から5センチ、そしてこの上の端から1センチのところに印をつけます。同様にこの脇の方から5センチのところ、この上から1センチのところに印をつけます。そして反対側も同様に脇の方から5センチのところ、そしてこの上のところから1センチのところですね。こちらも脇から5センチのところ、上から1センチのところ、このように4つ印をつけました。そして印をつけていただいたところをポンチで穴を開けます。このように穴を開けることができました。穴を開け終わりましたら、こちらカシメで持ち手を留めていきます。カシメですが中サイズを使っています。このように4組ご用意ください。まずこちら先ほど開けていただいた穴に革の持ち手の穴の位置を合わせていただきまして、カシメをこのように挟みます。そしてこちらカシメの内台ですね、その上でこの内具を利用しましてカシメを留めていきます。このように留まりました。反対側も同様に持ち手をつけます。このように留まることができました。それでは本体がこのように完成しましたので、最後にこちらの4連キーをつけます。このようにだいたい半分に折っていただいたこの中央のところですね、こちらにこのキーをつける位置を決めまして、そしてこの穴を開ける位置、こちらに印をつけます。印をつけましたら穴を開けます。このように穴を開けることができました。そうしましたら4連キーをつけていきます。こちらの穴に位置を合わせていただきまして、そしてこのカシメを留めます。このように留めることができました。こちらで完成です。ミニバッグ風キーケースが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。